マックイーン。ライアンにブライト、あなた方もこれからトレーニングですか？ええ、阪神大商店が間近ですので追い込みですわ。そっちもスペちゃんが出るんだよね。ええ、天皇賞春の前哨戦として。いよいよ黄金世代のダービー馬娘との初対決か。前走も拝見させていただきましたが、大変素晴らしい走りに感銘を受けましたわ。ですがお相手がどなたであれ、今はただ自身を磨き続けるのみです。ブライトは去年の阪神大賞典の覇者であり、そして天皇賞春の覇者だからね。勝って当然という心構えで臨ませていただきます。まさに王者の貫禄ですわね。それじゃあトレーニングに行こうか。またねマックイーン。ごきげんよトレーナーさんにスペシャルウィークさん、相手に一切の抜かりはないようですわ。この程度でへばるとはらしくないな。すみません。休憩したらもう一回やってみよう。繰り返しは力だよ。そんな言葉あるか知らないけど。はい、お願いします。トレーナーさん、失礼します。はい、月刊トゥインクルから取材の申し出がありまして、何でもチームシリウスの特集を組みたいと。おいおいおい、月刊トゥインクル分かってんじゃねえか。特集してもらえるなんてすごいね。それでチームの皆さんへの事前アンケートを預かっていますので、後でトレーナー室に届けておきますね。それともう一件、実は今海外に詳しい元トレーナーさんが学園にいらしてまして、サイレンスズカさんのお話をしましたら、ぜひ走りを見たいとおっしゃってくださったのですが。はい、よろしくお願いします。鈴鹿さん。スペちゃん。なんでもないです。トレーナーさん、私自分でびっくりしちゃいました。鈴鹿さんのこと思わず呼び止めようとしちゃって。今でもはっきりと覚えているんです。鈴鹿さんの走る姿を初めて見た時のこと。北海道から出てきて本当にやっていけるかなって不安の中で見た鈴鹿さんの走り、まるで吸い込まれるみたいに目が離せませんでした。それからずっと私も鈴鹿さんみたいに走りたいって見続けてきたんですけど。はい。
それは綺麗でかっこよくて。はい、そうです。鈴鹿さんの走りはいつも期待以上で、だからもっともっと鈴鹿さんの走るところを見たくて、大阪杯とか宝塚記念の連覇とか、それからそうです。そうに決まってます。鈴鹿さんはどこまでも走るんです。私たちの期待なんて簡単に飛び越えちゃうくらい。それが私の憧れた鈴鹿さんの走りだから。鈴鹿さんを止めるなんて、そんなことしちゃダメだ。多くの観客が詰めかけました阪神レース場。メインレースが近づくにつれ次第に熱気が高まっていきます。注目はやはり黄金世代の一角スペシャルウィークと前年の覇者メジロブライト。初の顔合わせとなる阪神大商店で果たしてどのような結果となるのでしょうか。雨で重馬場、体力を温存するためにもレースにしっかり集中。絶対最初から飛ばさない。ああ、それでいい。おそらくペースは遅くなるから無理なく前目につけるだろう。なるほど。阪神 3000m の直線はそんなに長くねえ上に坂もあるからな。第3コーナーあたりからかっ飛ばしてけ。ゴールドシップさんの助言は冗談なのか本当なのか判断が難しいです。ええなおい、阪神大商店といえばあんたしたろ。あなたは阪神大商店を語る前にまずはデビューを果たしてくださいませ。それにしましてもフライトの日がレースと重なるだなんて鈴鹿さんも残念でしょうね。ああ、いえ、私が提案したんです。今日の出発を。鈴鹿さんが安心して海外で走れるように、鈴鹿さんと離れててもやれるってところを見せるために。そうでしたの。それは何としても勝利しないとですわね。行ってきます。